私の専門はアフリカ英語文学です。で、そう聞くと皆さんの中には、なんでアフリカに英語で書かれた文学があるんだろうと思う人もいるかもしれません。でも皆さんは英語がグローバルな言語だというのはご存知ですよね。で、その背景としてはもちろん英国が世界中に植民地を持っていたっていうことは皆さんもよく知っていることだと思います。ですからそういった地域というのは現在独立国となって英語が母語であったり公用語であったりという形になっているわけです。当然そこには英語文学というものが発生しているわけですね。非常に魅力的な文学が各地で世界中で発生しています。アフリカに目を向けてみましょう。アフリカには24の国々で英語が公用語となっています。で、当然文学も存在しているんですけれども、その文学の特徴というのは一言で言うと、とてもメッセージ性が強いということなんですね。メッセージ性が強いというのは、例えば英語作家が歴史小説を書くとします。そうするとその歴史小説は何で書くのかというと、その後ろにある思いは植民地時代に支配者によって歪められてしまった歴史というのがあって、そこではアフリカの人は野蛮人としてしか描かれてなかったということがあるわけですね。で、そういうものを尊厳のある人間の歴史としてちゃんと書き直したいという思いがあって、しかも英語で書くことによって自分の国民、そして世界の人にも伝えたいという、そういう強い思いに貫かれています。その一人の作家なんですけど、ナイジェリアのチヌアチェベという作家でアフリカ英語文学の父と呼ばれています。この作家さんはNovelist as a Teacher って書いてあるように、教師としての、小説家というエッセイを書いているんですけども、彼は、ここで小説家は自分の民を教え導く、教師でなければいけないとまで言ってるんですね。もちろん現在のアフリカというのは植民地の問題ではなくて、例えば皆さんのご存知のように紛争とか独裁政権というものが、大きくクローズアップされてますが、そういうことについても作家たちは果敢に取り組んで、時には命の危険を冒して、つまりその発言することによって投獄されてしまったりする危険もある。あるいは国を追われるということもあるんですけども、非常に熱心にそういうことに取り組んで発言をしています。で、女性作家であればそういう複雑な背景の中でどうやったら女性は自立できるのかといったジェンダーの問題をどうやったら伝えられるのかということをいつも表現しています。で、もちろん英語というのはそのアフリカの人たちにとっては押し付けられて学ばさせられてしまった言語ですね。ですからその言語で書くということにはとても大きな葛藤があるわけです。もうこんな押し付けられた言語で書きたくないと言って書くのをやめてしまっている人もいます。自分の言語で書いてしまっている人もいますが、でも英語で書かなければ世界の人に、そして自分の言語を話さない同じ国民の人にも伝えられません。そういうことでものすごいその緊張感があふれる豊かな文学というのは私たちにいろんなメッセージを伝えてくれるんですね。つまりアイデンティティの問題、それから、グローバル社会と英語の問題、そして世界情勢っていうのが自分にとって身近なものに感じさせてくれる、そういう魅力があると思います。それが私がこの分野を研究する、理由となっています。